皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方やっていきたいと思います。今回は、10分切れ負けでね、読み合い音声を山口恵理子女流二段に設定してあります。対局開始。はい、ということで私は先手ですね。7六歩でいきましょう。さあ、じゃあ振り飛車をねちょっと今回やってみましょうか。三間飛車でね、石田流に組んでいきましょう。まあこれね6二銀と、上がったことによってまあ振り飛車ね3石田流に組みやすかったという側面はありますね。相手の方6四から6三銀で、まあ、7筋の地点を補強してきましたね。さあで5四銀ですか。腰掛けにしてね、多分6二飛車から、7六歩という手をね狙ってると思います。さあこれ7四歩と突くと7二金なんでしょうか。銀上がる方が普通ですかね。さあ銀上がって6五歩来るかもしれないですけれども、来ませんでしたね。6五歩とついてくる手もあったと思うんですけどね。さてじゃあ銀上がって、まあ6五歩いつ来るかというのが一つポイントですね。まだ来なかったですね。さて5六歩とついて6五歩同歩同銀5七銀、まあ、軽くちょっと指してますがちょっと危険な手ですけどね。これもね、まあ、5七銀とこちら側に上がりたいという手ですけれども、まあ、そうですね、その瞬間に来て、まあ、これでどうなるかですね。で5七銀と上がってね、まあ飛車がこう突っ込んでくるんで危ないんですが、まあ硬さがね、美濃囲い対、船囲いなので硬さが違うんで、まあねこうかわしてね受けていくようなイメージですね。ですか。まあこれは一番なんていうんですか丁寧な手ですね。まあ飛車寄るのがいいかな。飛車寄ってまあこれはね、7六銀とか動いてくればこの歩が取れるんでね、端歩で受けとく。まあこの歩を押し込まれてますが、この歩を維持しきれるかどうかっていうのがね一つポイントですね。はい。まあ、あと6七歩とかね私の方から合わせていく手でね解消するような手が効くかもしれないですね、後々ね。さてまあここまで相手の方もね作戦的にはまずまずでしょうね。飛車をね抑え込んでますからね。さあ4二銀と上がって、ここら辺から私の方もどうするか難しいところですね。さあ悩みますね。4六歩とついて駒組みするか一回飛車を引いとく手もありますね。飛車を引いて少しね、形を楽にしとく手でもある。まあ4六歩とついて駒組みしますか。これはねエルモ囲いと呼ばれる近年流行のね形ですね。さあこれで香車も一回上がってきますかね。これは睨み合いなんですよね。相手の方も銀が動くと6六の拠点が取られるんで、まあ、例えば一打けると6四飛車と引いて、7四歩とついていくような手をね狙っていく手もあるところですね。今8五歩でしたね。9六歩ついてみましょうか。さあ6四飛車と引いて、7四歩同歩同飛車というのが第一巻の形ですね。さあそれで動いて金が出てきましたね。これは一番、強気な手ですね。はい。でもう6七歩って同歩成2二角成同金6七金とさばいちゃうかな。それでいってみますか。金がね変な方向に動いたのでこの瞬間ちょっと動いていきましょう。これ7二の金が8三金と、形が悪くなった瞬間をね捉えて、局面をね動かしに行きます。まあやっぱり7二にいた方がね、まあ、金は働きがいいのでこれで6七金と上がってね、まあこれでこの8三の金が形がね悪いでしょっていうことですね、狙いとしてはね。ただこの瞬間に相手の方の手番なので、まあ6六歩打ったりとか、まあ打ってきましたね。これで手になるかどうかですね。同金と取ります。これでね7九角と打たれてきつそうなんですが、7九角だと6七金とね引くつもりだったんですが、相手の方同銀でしたね。さあこれは迷いますね。同銀か同飛車か。同飛車でいってもね結構いけそうな感じなんですね。相手の方の形が非常に薄いんでね、同飛車にしますか。で同金で、さあこれね、この金が働き悪いですよっていった形ですね。はい。さあ飛車打ってこれ6八、4七金がね4八金がきつい手なんで、さあどうかですね。これね手の損得なんです。背の感情なんですよね。6一飛車と打つか銀を引くか。
飛車を打って攻め合いが出れば一番いいですね。ただ金を打ってくる、4八金と打ってきて4一角に3三玉、こっちの形がどれぐらい持つかですね。それでいやこれはね微妙難しいです。ちょっと考えますね。5七銀と引けば穏やか。一回5七銀で引きますか。今ねもう一気にいってしまう手もあったとこですね。これも5八金と打つと激しくなりますね。厳しい感じになりますね。6一飛車と攻め合って4八金で、あとねどうなっていたのか非常に難しいところだったですね。銀を打って角を打ってとかでね、それもあったかもしれないですね。ちょっとこれ5八金と打たれる手が若干気になりますね。同金で3九角、4七ですか。これですとね同銀で飛車を成って金を打つ、同銀ですね。この時に、金をガチ打って、これで一応一気に来る攻めはないんでね。今5八金はかなり有力だったと思います。5七銀引いた手ねどうだったか微妙だったですね。これも難しいんですけど、私の方はねちょっとスピードをゆっくりさせたいんですよね。この金が8三の金が、遊んでる駒なんで、ゆっくりしてね6一飛車と打って4一角を狙っていく感じで、この金がね非常に遊んでる駒なのでね、これは私の方が優勢になったでしょうね。一気に攻めてくる手がなくなるとやはり陣形の差ですよね。でこう取ってきたんですけど、飛車を打って、この飛車じゃ待望の一手ですね。金を弾くんですが、ここでねこう取った手がまた金取りになるんでね、3五桂という手が一応あるんですが、角でしたか。これ3五桂をより効果的にしようと。これ悩みますね。金を取っちゃうか、香を取るか。香車を取った方が攻めには効くんですが、金を取って3五桂に対して受け切れちゃえば勝ちっていう考え方もありますね。金取ってゆっくり指しちゃいますか。で3五桂だと思うんですけどね、それを受けれればと。でこの時歩を突いて軽く受けますかね。で同金と、これはね駒が若干駒得なんで、まだ難しいですけど、形勢は難しいですけど、私の方が優勢は優勢ですね。香車を取ってね、これ、まだまだ戦い続きますね。ただね私も香車取った方が良かったかどうか難しいところです。これは歩を受けて、そうですね。いやこれまだね難しいですね。私も優勢なんて言っちゃったけど、金を受けて、まだまだ難しいです。相手の方もね金は取られたんですけど銀と香取り返したんでね、駒の損とかそんなにないっていうかね、現状桂香交換ぐらいで済んでるんで、端歩ですか。これは取りますね。私はちょっと我慢するしかないですね。8三の竜の働きが悪いんで、香車を打ってね端から来ましたね。どうなんだろうか。ただ銀を手厚く打って打つか、桂馬銀打ちますか。これはね端攻めを受けて対応した手です。どうですかね。これ7六角とか出た方が、7六角と出て4九角で狙われる方が嫌ですけどね。私の方はねそこでやってこられるかもしれないですけど、それが嫌ですね。7六角はすごく嫌な手です。ここはこれ今ね2六銀と、上に銀を補強したんで側面から銀打ちですか。これもあるんですけど、これは金を寄って、多分7六角と出てね、なってきた方が良かったと思います。で竜を回って、側面からのあくまで攻撃を狙った手ですね。さてどうしますかね。結構難しいですね。私の方もね駒が働いてないんでね、竜でも一回入っとくか、角を打って受け切りに回っちゃう手もあるかな。角打つとどうするんだろう。6七角と打って受けにね回りきれるかと。角打っちゃいますか。これはねこの銀を取っちゃおうということで受け潰しの手順ですね。どうでしたかね。相手もで7六角と出て繰り返しなんですけど、3四角かな、3四角か、7六角ですね。私は先手なんでね7六角出て4九角成の方が良かったと思いますね。これはこの角がね働いてないんで、一応これ手としてはね3六角と出て同金に4八竜同銀3八金って手があるんですけど、ちょっと駒損が大きすぎるんでね、
無理そうなんですよね。それをやるならしかも端をねこう広くなっちゃってるんで、これはね攻めが止まっちゃったかもしれないです。多分7六角と出てればねまあ居飛車が優勢だったと思うんですけどね。これは勝負手ですね。いや勝負手だな。同香、これは同香ですね。これはね受け切っちゃいましたね。銀取ってね攻めが切れてしまったと思います。相手方ね。まあエルモ囲いの形の特徴ですね。ここに金が来るんでこういう端攻めはしやすいんですけど、さあ歩を打ってきました。まあこれ竜取っちゃっていいかな。竜取る、どうやるのがいいかですね。もうここはかなりねいいんで、まあ角を出ると香車を打とうってことか。なるほどなるほど。まあ竜取るの分かりやすいかな。まあ角は取られちゃうんですけど、まあここは飛車角交換でも先にね4九の銀を儲かってるんで、はい。まあ、角を打って香なるぐらいなんでしょうけれどもね、それだとちょっとやっぱりまあさすがにそうそう1四桂とかね反撃ができそうですね。ちょっとね4九銀が相手の方たちが悔やまれるとこですかね。これ打った銀がね取られちゃったんで、まあこれね攻めとしてはまあ切れることはないんですけどね、2八成香とか2八角成とかでね、ただもうこの端がね今度逆襲でもういい加減ね王様こっち4八玉5八玉取るとまだ安全、そうですね、これ玉打っていくとまだ安全、まだも安全というか持つ形なんでね、桂馬2本持ってるんでこう2二桂成同玉1四桂がきついんですよね。さあこの銀取りを受けますかね、一回ね金を寄って。やっぱり銀を取られながら王手はねやっぱりちょっと許せないので銀を寄ってまあ角を出て勝負してくるかもしれないですけどね、まあただ駒がちょっと足んない感じでしょうね。まあ例えば3六角と出てまあ来ましたね。ただこの時にね、まあ、金を一回取りまして詰みがありそうですね。詰むかな、詰みそうですね。あ、間違えた、馬を取らないと、すいません、今馬を取って1四桂ですね。これ1四桂打たなくなっちゃったんで受けることになっちゃいました今頭の中で2七金同角成1四桂で詰みっていうね話をしておってたんですけど、こっちの角取っちゃったんで、まあ詰み、これ詰みじゃなくて受け切り動線になっちゃいました。これも勝ちですね、すいません。今ね2七金同角成で1四桂と打てばまあ駒いっぱいあったんで多分詰みだったと思うんですけど、うっかり角の方取っちゃったんでね、これ1四桂打てなくなっちゃったんで、まあただこれ金打ってね、まあこちらでも勝ちです。やはりねこう攻めることによってね受け駒の金が手に入るんでね、3七金と打って金がないと4七金と2六もいっぺんに受けるって難しいんですけど、やっぱ金が入ると手に入るとね受かっちゃうんですよね、受かるんですよね。まあ、ただ今馬取って1四桂打てばおそらく十何手か済みだったと思うんでね、これはちょっと余計にね手がかかる感じですね。まあ金寄って受けちゃいますから、これでやつく受けてもね駒打ってもいいんですけど、はい駒を温存して1四桂がね次打てれば玉を寄ってこの8三っていうのは結局ずっと遊んだままになっちゃったんでね、そこの部分はあれなんですけどどうしようかな。まあいろいろ勝ちですね。銀打って手厚くいきますかね。もうね馬を狙ってやはりこちら側に来た時にね安全なんですよね、駒が多いんで。まあ今桂馬取ってももちろんいいですね。まあいろいろあったところですけど一番手堅い手ですねこれは。はい、まあ辛い手なんて言い方もねしますけどね、将棋的には、将棋界的には。どうだったですかね。まあ、中盤の別れはそこそこねいい勝負というか難しかったと思うんですけど、これ桂馬落ちますかね。まあこの途中でねおそらく一瞬ね振り飛車が優勢だったところもあったと思うんですけど、はい、まあ、この桂馬取って押していきましょう。まだ暑いんでね一気に決めに行って逆転っていうのだけは避けたいですね。両取りの桂、まあ、金を取りまして、まあ、一応自流はね見ておく必要がありますが、現状ねこう香車しか持ってないんでね、はい、まあ、金これは詰みがあるかどうか、いきなり詰みはないかな。金ありますか。まあもう辛くですけどね。まあ桂馬がもう一枚あれば2二から打って手放して詰みなんですけど、桂馬がないんでね、まあ、これで飛車を普通に打てば受けがないですね。金駒がないんでね2一金とか受けれれば受かるんですけど、まあちょっと私が最後ね2七金と馬の方取ってればもっと早く詰みで勝ちだったんですが、ちょっとね長きにいましたが冷静に、長い戦いをよく頑張りました。
はい、いかがだったでしょうか。戦型がですね、私の三間飛車に対して相手の方が腰掛け銀ということで、特にアマチュアの方々の中ではね、人気のある形になったんではないかなと思っております。この将棋のね、詳しい解説は解説の方で大盤を使って詳しくやっていきますので、そちらの方もご覧いただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。